日本人のお友達が欲しい方や、日本人とどうやったら仲良くなれるのと思っている方、今日は集合です。聞いてください。シラの日本語ポッドキャスト。こんにちは。シラの日本語ポッドキャストへ来てくださりありがとうございます。シラです。このポッドキャストではゆっくりと自然な日本語で日常的なことや日本の文化についてお話ししていきます。ぜひリラックスしながらゆっくりと最後まで聞いてくださると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。はい、ということで今日は日本人とのお友達になる方法や仲良くなる方法についてお話ししていきたいなと思います。お友達を作ったり人と仲良くなるということは、同じ国の人同士でも価値観や考え方が違うことがたくさんあると思うので、同じ国同士でもとっても難しいことで、他の国同士となるともっともっとハードルが上がって難しいことなのかなと私は思うのですが、皆さんどうですか？日本人のお友達いますでしょうか？もし日本人のお友達がまだいないという方は、私を初めての日本人の友達だと思ってこのポッドキャストを聞いてくださったら嬉しいです。私も友達とお話ししているような感覚でポッドキャストを作っていきたいなと思っていて、友達同士で話したら盛り上がるような日本人の特徴とかを海外の方にお話ししたら喜んでもらえるんじゃないかとか、そういうお話をたくさんしていきたいと思っています。そして私がいろいろな国の人たちとお話しする中で、日本人の特徴みたいなものを考えてみたのですが、日本人は確かに優しい。やっぱり日本人だ。優しいねって言ってもらえることもちろんたくさんあるのですが、優しいからすぐに親しくなれる、仲良くなれるとは少し違うのかなというふうに最近考えるようになりました。何か困っていることがあったら助けてあげたり、ありがとうとかごめんねっていう言葉をよく言うことはあると思うのですが、仲良くなるとなると少し壁があるように感じる方もいるんじゃないかなと思います。今日はその壁について少しお話ししたいなと思うのですが、これは日本人の特徴とも言えるのではないかなと思うのが、この壁があることで自分と相手と区別していたり、仲良くなりたくないから一個壁を引いている、線を引いているというわけではなくて、どちらかというと相手に失礼にならないようにと気を使っている方が多いんじゃないかなと思います。例えばいきなりプライベートなお話、例えば相手の悩みだったりとか、誰でもあんまり聞かれてほしくないことってあったりすると思うんですよね。隠しているわけでもないけど、自分からわざと何かを話すようなことはしたくないっていうこととかもあったりすると思うのですが、人によって触れてほしくないこと、あんまり話題にしてほしくない
話したくないことはあるのかなと思うのですが、人によってもこれは違うので、少し難しいかなと思うんですね。なので、いきなりプライベートに少し踏み込んだ話をするということがリスク、ちょっと怖いなと思う人もたくさんいて、なので、初めてお話しするときとか、まだそこまで親しくなっていないときは、こういうふうに少し壁を作って、相手に失礼にならないように考える人が多いんじゃないかなと思います。なので、こういったときに日本人がじゃあどんなお話をするのかというと、まずは敬語で初めはお話ししている方が多いんじゃないかなと思います。いきなりタメ口でお話しするということは、大人になるとそういう機会は少なくなってくるんじゃないかなと思います。もちろん同い年だったりしたら、すぐにタメ口で話したり、お互いにすぐにタメ口にしようという関係になれたら、タメ口で話す人もいるかもしれませんが、基本的には初めましてと初めて会う人だったり、少しお互いに仲良くなったねと感じるまでは敬語でお話しする人が多いです。そして話す話題、どんなお話をするのかというと、一番は天気のお話です。日本人は本当に天気のお話をたくさんするのですが、これ皆さんどうですか？これは世界共通なのか、日本だけなのか、私自身とっても気になります。初めて会う人、特に年齢が自分と離れている時ありますよね。一つ二つなら話題があったりすることもあると思うのですが、たくさん年が離れていると、お互いにどんなことが好きなのか、今どんなことに興味を持っているのか、こういうことについて何を話したらいいのかわからないと思う方も多いと思うのですが、こんな時にみんなが共通してわかることといえば、やっぱり天気なんじゃないかなと思います。なので、今日すっごく暑いですよねっていう風にお話ししたら、そうですよね。明日は何度まで上がってもっともっと暑くなるみたいですよだとか、明日は雨が降るみたいですよとか、こんな風に天気のお話をする方がとっても多いです。そして先ほど仲良くなったりとか初めて会う人との間には少し壁があるという風にお話ししたのですが、日本人は仲良くなるまでに少し時間がかかる人も結構多いんじゃないかなと思います。私自身、中学生とか高校生とか学生の時はもちろんクラスにいる友達と友達を探しに行かなくてもクラスにたくさん人がいて、その子と仲良くなるということが多かったのですが、大人になってからは、この人は自分と性格が合うのかなとか、趣味が合うのかなとか、考え方が似ているのかなとか、少したくさんこの人と友達になれるかな、仲良くなれるかなという考える時間が子供の時より増えたような気がします。学生の時は少し苦手な友達とも毎日学校で会う仲だし、
仲が悪くなるよりは話を合わせたりだとか、仲良くしていようと思うことも多かったのですが、大人になってみると、これは人によっても考え方違うかなと思うのですが、好きじゃない友達と何度も何度も遊ぶより気が合ったり、考え方が似ていたり、頑張ろうって思うことが同じだったりとか、何かエネルギーを与えたりもらったりできるような関係の友達とずっと仲良くしていたいなと思う方多いんじゃないかなと思います。自分にとって何か利益があるというわけではなくて、その友達に会うと何か元気がもらえるとか、損得で考えているというわけではなくて、その友達の人柄がとってもいい人で、一緒に会ってお話をするだけで楽しいなとか、そういうことももちろん含まれるかなと思うのですが、なので友達選びに少し時間がかかる方も多いんじゃないかなと思います。そして信頼関係を大切にしている人も多いんじゃないかなと思うのですが、何度か会ったりとかお話ししたりしていく中で、この人安心できるなとか、自分の悩みとかプライベートな話、少し仲良くなったこの人とならお話ししてみてもいいかもしれないなと思った時に、この壁が少しずつなくなっていって、タメ口でお話しするようになったり、本当にお友達になったりすることが多いんじゃないかなと思います。なので、この壁がある間は、その人の本当の部分ってあんまり見えにくいんじゃないかなと思うのですが、初めましてで、初めてお会いしたとき、とっても静かでおとなしそうな子だなぁと思っていた人が、仲良くなって何年も後に、この壁がなくなってタメ口でお話しするような仲になった後で、あれ？初めて会った時はすっごく静かでおとなしい子だと思っていたのに、仲良くなるとこの子すっごくたくさんお話しするんだなとか、ふざけたこともするんだなっていう友達に会ったことがあるんですね。私自身、初めは静かにしていたりとか、相手に失礼がないようにおとなしくしていたり、気を使っている部分たくさんあるのですが、仲良くなればなるほど、この壁がなくなるほど、たくさんその友達にお話ししたり、ふざけたこともするようなタイプなんですね。なので、仲良くなってみると、思っていた性格と違うかったと私自身よく言われるタイプで、なので、初めからどんな人っていうのはあんまりわかりにくいのかなと思います。どんどん仲良くなっていくうちに、その人の本当の素敵な部分とかが見えてきたりするんじゃないかなと思います。はい。ここまで日本人の特徴、人との距離の取り方についてお話ししたのですが、じゃあどうやったら日本人と仲良くなれるのかについてお話ししていきたいと思います。いくつかポイントがあるんじゃないかなと思うのですが、一つ目は少しずつ距離を縮めること。それも大事かなと思います。先ほどお話ししたみたいに、日本人の人は壁が最初は
あったりすることも多いので、その壁を急に乗り越えていくのではなくて、少しずつ距離を縮めていくのがいいんじゃないかなと思います。なので、いきなり家族の話をしたりだとか、最近悩んでいることを話してよとか、そういう話をするよりかは、天気の話をしてみたりだとか、好きな食べ物についてお話ししてみたりだとか、私が最近こういうことをするのにハマっててとか、自分の好きなことを少し話してみたりだとか、そういったことから少しずつ仲良くなっていく、距離を縮めていくことがいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ大切なのが、リアクションをすることです。相手がお話をしてくれたときに、へーとか、そうなんだとか、それすごいねとか、相手が話してくれていることに対してしっかり私は話を聞いているよということを相手に伝えるためにも、これはとっても大事なことかなと思います。このリアクションについては以前動画でお話ししたことがあるので、ぜひそちらも見てみてほしいなと思います。なので、このリアクションがあるかないかだけでも、今私の話をちゃんと聞いてくれてるのかなとか、私の話つまらないのかなとか、こんな風に考える人も少なくないと思うので、ぜひリアクション勉強してもらえたら嬉しいなと思います。そして先ほど少しずつ距離を詰めることが大切とお話ししたのですが、その時にとっても重要だなと、大切だなと思うことは、相手のペースを大事にすることかなと思います。いきなり相手のことをたくさん知りたいからといって質問ばっかりして、あれが好きなの、これが好きなのと相手の話ばっかりしたりだとか、自分をもっともっと知ってほしいからといって自分の話ばっかりして相手の話は全然聞かないというようなことは、相手との距離が縮まるのは少し難しいことかなと思います。なので、いろいろ考えながらお話しするのはとても難しいことかなとは思うのですが、この相手の話すこと、自分の話すこと、どちらかに偏りすぎていないかな、どちらかのお話ばっかりしていないかな、こういうところにも少し考えながらお話ししてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日は日本人と仲良くなる方法についてお話ししてみました。いかがだったでしょうか？日本人のお友達を作るの少し難しいというふうに考えている方も多いんじゃないかなと思うのと、今日のポッドキャストを聞いてみると、もっともっといろいろ考えなくちゃいけなくて難しいと感じた方ももしかしたらいるのではないかなと思うのですが、実際に人と仲良くなっていく中で、こういうことかとか少しずつ気づいていけば大丈夫なので、急に全部できなくちゃいけないとか、すごく頑張らなきゃいけないというふうに考えすぎずに、少しリラックスしながらお話ししてみてもらえたら嬉しいなと思います。このポッドキャストではこれからも日常的なことや日本の文化についてゆっくりとお話ししていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録をして次回以降も聞いてくださると嬉しいです。コメントもお待ちしております。私を日本人の
初めの友達になったつもりでコメントしてくださっても嬉しいですし、動画の感想、ポッドキャストの感想を残してくださっても嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださった方、本当にお疲れ様でした。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。シラでした。